知られざる日常の謎日々雑学。ごきげんよう、私はトラビスです。海の中で、イルカ同士で名前を呼び合っている。イルカは非常に社会的で知性が高い動物であり、彼らは個々の仲間を識別するために独自の名前や識別詞を使用します。研究によれば、イルカは特定の個体を識別し、彼らの声でお互いを呼びます。これにより、イルカは自分たちの社会的な関係を維持し、コミュニケーションを取ることができます。牛には親友がおり、それらが分離されるとストレスを感じることがある。牛は社会的な動物であり、特定の仲間と強い絆を築きます。牛同士の親交は非常に深く、特に長い時間一緒に過ごした仲間とは親友関係を築くことがあります。そのため、牛が分離されると、ストレスを感じることがあります。このような状況は、牛の精神的な健康に影響を与える可能性があるため、牛の福祉に配慮する際に考慮される重要な要素です。タコは3つ心臓を持っている。タコは3つの心臓を持っています。2つの心臓はエラへ血液を送り込むために使われ、残りの1つは体全体に血液を循環させます。このような体制は、タコが高い活動レベルを維持するのを助けています。フェレットの集団をビジネスと呼ぶ。フェレットの集団をビジネスと呼びます。この用語は、フェレットが狩りをするときに非常に効率的でビジネスライクな態度を示すことに由来しています。また、フェレットが集団で活動するときの協調性と効率性を表現するためにも使用されます。怠け者はイルカよりも長く息を止めることができます。怠け者は驚くほど長い時間、息を止めることができます。一般的には、怠け者は水中で約40分間、呼吸をせずに過ごすことができます。一方で、イルカは水中での活動のために特別に適応されており、通常数分間しか息を止めることができません。そのため、怠け者はイルカよりもはるかに長い時間、息を止めることができるのです。コアラの指紋は人間と似ているため、オーストラリアの犯罪現場で混乱が起こったことがある。実際には、コアラの指紋は人間の指紋とは異なります。コアラの指紋は一般的には人間の指紋よりも平なめであり、模様も異なります。したがって、コアラの指紋を人間の指紋と混同することは現在ではなくなり、専門家は簡単に見分けがつくそうです。カキは交尾に適した性別に変化することができる。カキは特定の状況下で交尾に適した性別に変化することができます。これは二次成長であり、カキが生息する環境や個体数、性比などによって影響を受けます。例えば、特定の性別のカキが不足している場合、他の性別のカキがそれに適応することがあります。このような性別変化は、カキの繁殖成功を促進するための進化的な適応の一部と考えられています。エビの心臓は頭にあります。エビの心臓が頭にある理由は、その生物学的構造に起因しています。エビは節足動物の一種であり、彼らの体は複数の体節に分かれています。エビの体の前部にある頭部には、
中枢神経系や感覚器官が集中しています。この頭部の前方にある体節には、心臓が位置しています。この配置は、エビが進化の過程で獲得した特徴であり、彼らの生活環境や生活様式に適応したものです。エビは海洋や淡水の様々な環境に生息し、泳ぐ能力や獲物を捕食するための器官を持っています。頭部に心臓があることは、エビが活発な生活を送るために酸素や栄養を体全体に効率的に供給するための重要な役割を果たしています。このように、エビの心臓の頭部配置は、彼らの生態学的特性と密接に関連しています。戦争が38分で終わったことがある。1896年に起きたイギリスとザンジバルの間の戦争、通称ザンジバル戦争。この戦争は非常に短期間であり、実際に戦闘が行われたのはわずか38分間でした。これは歴史上最も短い戦争として記録されています。この短い戦争は、ザンジバルのスルタンが死去し、その後継者としてイギリスが支持していない人物が自称スルタンとして即位したことに起因します。イギリスはこの即位を認めず、彼らが支持する別の候補者をスルタンとして即位させようとしました。交渉が決裂し、1896年8月27日にイギリス海軍がザンジバルの宮殿を砲撃。ザンジバル側は迅速に降伏しました。この戦闘は、イギリスが支持するスルタンを権力の座につけるためのものでした。ザンジバル戦争は、植民地時代の影響力争いと欧州列強の優位を示す出来事の一つとして歴史に残っています。スコットランドの国の動物はユニコーン。スコットランドの国獣はユニコーンです。ユニコーンはスコットランドの国の象徴として、古くから伝説、文化に登場します。スコットランドの紋章や国章にも書かれています。この関連は15世紀に遡るとされ、ユニコーンはスコットランドの紋章にイギリスのライオンと共に書かれています。ユニコーンは純粋さや高貴さを象徴し、スコットランドの価値観やアイデンティティを表現する重要なシンボルとして位置づけられています。最も長い英単語は、ピアモノールトラムクロスコプックシリコボルクエノコニオシス。非常に微細なシリカダストを吸い込むことで引き起こされる肺疾患を指します。ピアモノールトラムクロスコプックシリコボルクエノコニオシスは、非常に長い英単語で、肺におけるシリカダストの沈着によって引き起こされる疾患を指します。この単語は医学的な文脈で使われ、シリカダストによる肺疾患を指すために作られました。その長さや難しさから、しばしば英語の最長の単語として紹介されることがあります。世界で一番名前の長いとされている魚の名前はフムフムヌクヌクアプアー。世界で名前が非常に長いとされる魚には、ハワイの州魚であるフムフムヌクヌクアプアーがいますが、その特徴的な外見と長い名前で知られています。フムフムヌクヌクアプアーの名前はハワイ語で、鼻を突き出した小さな魚という意味です。学名はラインカンタスレクタングルスといい、トリガーフィッシュの一種で、独特の模様と形状を持つことで知られています。この魚は、
ハワイ諸島を含む太平洋の暖かい海域に生息し、ハワイ文化では重要な役割を果たしており、特にその長い名前で知られている。ただし、すべての魚の中で最も名前が長いかというと、他にも長い学名を持つ生物は存在するため、この点は文脈によって異なるかもしれません。夏になるとエッフェル塔は15センチメートル高くなることがある。夏になると、高温によってエッフェル塔の鉄が膨張し、塔の高さが約15センチメートルほど増加することがあります。これは物理学の法則である熱膨張によるもので、鉄は温度が上昇すると拡大します。そのため、パリの夏の気温が上昇すると、エッフェル塔も少しだけ高くなります。この現象は塔の設計や安全には考慮されており、塔の構造には熱膨張を吸収するための余裕が設けられています。東京スカイツリーも高さに微小な変化が生じることがあります。この現象は一般的にはエッフェル塔ほど顕著ではないそうです。蜂蜜は決して腐らない。蜂蜜は、その低い水分含有量や高い酸性のため、微生物の成長を防ぎ、腐らない性質を持っています。考古学者は、古代エジプトの墓から3000年以上前の蜂蜜が入った壺を発見しましたが、それがまだ食べられる状態であることが分かりました。このような長期保存が可能な特性から、蜂蜜は古代から珍重されてきました。中国の万里の長城は肉眼では宇宙から見ることができない。一般的な誤解にもかかわらず、肉眼では宇宙から万里の長城を見ることはできません。万里の長城は地球上の構造物の中でも非常に細く、しかも地球大気もあるため、宇宙からの見え方が極めて困難です。実際、宇宙飛行士たちは地球からの高度が約160から320km以内でないと、地球の地表の詳細な構造物を肉眼で見ることができません。そのため、万里の長城は宇宙から見えるという一般的な誤解は事実ではないようです。チェスのゲームには、基地の宇宙の原子よりも多くの可能な繰り返しが存在します。チェスは非常に複雑なゲームであり、可能なゲームの繰り返しは膨大です。チェスの盤面上の配置の組み合わせは非常に多く、それに伴う可能な動きや局面の数も膨大です。実際、一般的に信じられているよりも、チェスの可能なゲームの数は宇宙に存在する原子の数よりもはるかに多いと言われています。このため、チェスは数学的にも戦略的にも非常に興味深いゲームであり、無限の可能性を秘めています。マサチューセッツ州の法律では、バスタブにアヒルを入れることが禁止されている。マサチューセッツ州のある法律では、バスタブにアヒルを入れることが禁止されています。これは、奇妙な法律の一例であり、その背景や理由ははっきりしていませんが、現在も法律として残っています。このような法律は時代や文化によって異なり、時には古くなったり忘れ去られたりすることもありますが、面白いトピックとして人々の関心を引きます。アメリカで史上最長の計8000年に求刑された人がいる。アメリカで史上最長の刑に処された
レイ・ブレント・マーシュはアトランタで墓地管理人として働いていましたが、334体もの遺体を自分の土地に遺棄し、火葬したふりをしてセメントの塵を異界だとして遺族に渡しました。この行為により、マーシュは死体損壊、窃盗など約780の罪に問われ、8000年以上の求刑を受けましたが、実際には懲役12年の判決を受けました。馬の歯は一生伸び続ける。馬は主に草を食べる動物であり、草を食べる際に摩擦で歯がすり減ることがあります。そのため、歯がすり減った糞を補うために、歯が伸び続けるのです。馬の歯は定期的に摩擦によって削られるため、歯が適切に成長するようにバランスを保つことが重要です。定期的な歯科検診や適切な食事管理が馬の歯の健康を保つために重要です。犬は夢を見る。犬が眠っているとき、特に REM 休息眼球運動睡眠のフェーズに入ったとき、彼らは夢を見ている可能性が高いです。この時に、犬が足をピクピクさせたり、鳴き声を出したり、呼吸が不規則になったりすることがよくあります。これらは夢の中で何かを追いかけているか、経験をしているような行動の表れと考えられています。科学的研究によれば、犬だけでなく多くの動物が夢を見る能力を持っています。夢は睡眠中に脳が体験したことを処理し、学習や記憶の固定に役立つ重要な機能を果たしていると考えられています。日常生活の活動や経験が夢の内容に反映されている可能性があります。オーストラリアのある学校では、カンガルーが教室に飛び込んでくることがある。オーストラリアで、特に田舎や郊外に位置する学校では、野生動物との遭遇が珍しくなく、カンガルーが教室に飛び込んでくるような出来事も、実際に起こり得ます。オーストラリアはカンガルーの生息地であり、都市拡大や生息地の変化により、カンガルーが人間の生活圏内に入り込むことが増えています。学校がその生息地の近くにあれば、好奇心旺盛なカンガルーが探索に来ることもあるでしょう。これは学校側にとっては管理や安全の観点から課題を提起します。一方で生徒たちにとっては自然との触れ合いや生態系について学ぶ絶好の機会ともなります。古代エジプト人は、家の猫が亡くなると、家族全員がマヒゲを吸っていた。古代エジプトでは、猫は神聖な動物として深く尊敬されていました。猫は家庭を守り、悪霊や害虫を追い払うと信じられていたため、猫の死は大きな損失とみなされ、家族にとって深い悲しみの原因となりました。そのため、家族の猫が亡くなると、その猫を失った悲しみを示すために家族全員がマヒゲを剃る習慣がありました。この慣習は、猫に対する敬意と愛情の深さを物語っています。また、古代エジプトでは猫を殺すことは厳しく禁じられており、猫を殺した者は死刑に処されることもあったほどです。猫は多くの神話に登場し、特に愛と美の女神バステトは猫の姿で描かれることが多く、猫は宗教的な象徴としても崇拝されていました。このような背景から、古代エジプト人と猫との間には特別な絆があったことがわかります。パイナップルを食べるとき、実はパイナップルもあなたを食べている。
パイナップルに含まれるブロメラインという酵素の働きを指しているのでしょう。ブロメラインはタンパク質を分解する性質を持っており、これが口の中で作用すると、まるでパイナップルが私たちを食べているかのような感覚になります。この酵素の作用により、パイナップルを食べた後に口内がピリピリしたり、少し痛みを感じたりすることがあります。これはブロメラインが口内のタンパク質、特に粘膜の細胞タンパク質を分解しているからです。ただし、この感覚は一時的なもので、実際に口内が消化されてしまうわけではありません。この特有の性質のため、ブロメラインは肉の柔らかくするためのマリネ液や、消化を助けるサプリメントとしても用いられています。しかし、パイナップルを適量食べる分には問題ありませんし、その甘酸っぱい美味しさや栄養価の高さは大きな魅力です。パイナップルを食べる際には、この自然の相互作用を楽しんでみるのも一興かもしれませんね。カラスは交通信号を理解している。カラスが交通信号を理解しているという研究結果は、彼らの驚くべき知能と適応能力を示しています。特に都市部で観察された行動では、カラスが道路を横断する車両の流れを見て、赤信号で車が停止している間に道路上で食べ物を探したり、すでにあるナッツを車に踏ませて割るなどの行動をとることが確認されています。このような行動は、カラスが単にランダムに行動しているのではなく、交通信号のパターンを理解し、それを利用して自分たちの利益に働く方法を見つけ出していることを示唆しています。カラスは非常に賢い鳥であり、ツールの使用、顔の識別、複雑な問題解決能力など、高度な知能行動が数多く報告されています。カラスが交通信号を利用することは、都市環境に適応する彼らの能力を示す一例に過ぎません。フィンランドでは、毎年、携帯電話投げ選手権が開催されていた。フィンランドでは、実際に、携帯電話投げ選手権が開催されていました。このユニークなイベントは、1990年代後半に始まり、廃棄される携帯電話をリサイクルするという環境意識の高いメッセージを込めつつ、楽しみながら競技するというアイデアから生まれました。参加者は古い携帯電話をできるだけ遠くに投げることを目指し、距離やスタイルなどで競います。この大会は、フィンランドのサボンリンナで開催され、世界中から参加者が集まる国際的なイベントとなりました。携帯電話投げは、フィンランドの他の変わったスポーツや競技、例えば、妻を背負って走るレースなどと同様に、フィンランドのユーモアと独特の文化を反映しています。このイベントは、廃棄携帯電話の適切な処理とリサイクルの重要性を世界に伝えるとともに、楽しいコミュニティイベントとしても機能しています。これで終わりです。ご視聴ありがとうございました。皆さんのサポートが私たちのクリエイティブな活動の源です。気に入ったら、ぜひいいねやチャンネル登録をしていただければ励みになります。